こんにちは、まいです。今回はミニマリズムをやってて良かったこと、悪かったことをお伝えします。物を減らしたいけれど、実際にどんな良いことがあるのか、逆に困ることはないのかという点を私たち夫婦の経験をもとにご紹介しますので、物を整理する際の参考にしてくださると嬉しいです。それでは行ってみましょう。一つ目の良かったことは、部屋の居心地が良くなったことです。物が多いときは部屋の片付けもおろそかになりがちで、どうしても視覚的なごちゃつきがストレスになってしまうことがあります。仕事や家事、育児に追われ、やっとできた隙間時間で一息ついてリラックスしたいのに、出しっぱなしのものが視界に入ってしまうと、片付けもしなきゃという思いが頭にちらついてしまい、なんだか思いっきり休めないという状態になってしまいます。物が多く整理が追いついてない部屋にいると、あれもしなきゃこれもしなきゃというタスクが湧きやすく、さらには片付けができていないことにストレスや罪悪感を抱き、ネガティブな気持ちになってしまうことも多々ありました。しかし、物の数を減らすと物の管理がしやすくなって、視覚的なごちゃつきも軽減し、今まで感じていたストレスやネガティブな感情から解放されて、とても穏やかな気持ちで生活することができます。勉強や仕事などの作業もはかどり、カフェに行かなくても集中できる環境で、家にいることが一番落ち着いてリラックスできる空間になりました。2つ目の良かったことは、掃除が楽になったことです。私はめんどくさがりで、とにかく掃除が苦手です。掃除の手間を減らしたいからミニマリズムを生活に取り入れていると言っても過言ではありません。物はあればあるだけ、その分掃除の手間が増えていきます。手間をかけられるキャパを超えてしまった場合、汚れが蓄積され、落とすのに時間がかかったり、強力な洗剤が必要になってしまうこともあり、以前はカビキラーや水垢専用洗剤なども揃えていました。物を減らすことで掃除の手間は格段に減り、今では時間をかけることなくきれいをキープできています。掃除を少しでも楽にするために、備え付けの棚を撤去したり、排水口の蓋を外したり、床には何も置かずに浮かす収納を取り入れたりと、物を減らしながら掃除がしやすいようにと、様々な工夫も取り入れています。そのおかげで掃除をする億劫さも減り、気持ちの面でもとても楽になりました。3つ目の良かったことは、不要なものを買わなくなったことです。今はネットを開けば自分の好みにぴったりな広告がたくさん出てきて、つい物を買いたくなってしまうタイミングに日常のあらゆる場面で出くわします。欲しいものがあれば Amazon や楽天で購入ボタンをポチッと押すだけですぐに玄関先に荷物が届く手軽さです。買い物は時にストレス発散にもなり、以前の私は物を買って物欲を満たすことで充実感を得ることが幸せなことだと思っていました。しかし、収納スペースもお金も無限にあるわけではありません。物欲のまま買い物をすると、部屋と家計を圧迫し続けることになります。物が少ない生活に魅力を感じ始めてから、お金の使い方にも自然と良い影響が出てきました。物を買う前にそのものが本当に必要か考える癖がつくようになり、以前のように不要なものを衝動のまま買うことがなくなっていきました。買って使ってみたら、ちょっと思っていたのと違ったなというものはもちろんありますが、買って値札がついたまま放置したり、あまり使わずにタンスの奥に眠らせてしまうものを購入することがなくなりました。
無駄な出費が減ってお金の管理がしやすくなり、少しずつ貯金もできるようになっていき、生活スペースだけでなく金銭的にも余裕を感じられるようになりました。4つ目の良かったことは、物が洗練されたことです。買ったら使い込むことが多くなったので、衣類や日用品はもちろん、家具や家電も劣化のタイミングで買い替えることがあります。その際に本当に気に入っているものは同じものをリピート買いしますが、時には他にも自分たちに合ったものがあるのではないかと、新しいものにチャレンジしてみることもあります。いろいろなものを長期間使い続けていく中で、使い込んだからこそ見えてくるものの一面に出会えたりすることがあります。洗濯乾燥機を愛用している私は、衣類はポリエステルの生地だと比較的シワや縮みにくいことが多いことに気づき、今では洋服を選ぶ大きな基準の一つになっています。また、食器用スポンジもいろいろな種類のものを使い比較することで、今ではへたれ知らずで、収納場所も小スペースで済むサンサンスポンジが一番使いやすいと感じています。こういった試行錯誤が楽しく、時間をかけて少しずつ部屋の中のものが洗練されていくことがとても気持ちがいいです。これは物が少ないからこそ一つ一つ吟味できることなので、物が多ければ多いほど洗練されていくことが難しくなります。5つ目の良かったことは、引っ越しが楽になったことです。私は実家を出てから今まで6回の引っ越しをしてきました。物が多かった時は新居にワクワクしながら、最初は丁寧に段ボールに詰めていた荷物も次第に億劫になってきてしまい、引っ越し直前にはやけになって何でもかんでも無秩序に詰め込んでいました。新居での荷ほどきも何がどこに入っているか分からず、段ボール箱をひっくり返しながら物を探したり、1ヶ月経ってもまだ段ボールに入ったままのものが部屋の隅に積まれたままでした。物が少なくなった今では、引っ越し前に大掛かりなものを整理しないで済むので、すぐに梱包に取り掛かることができたり、荷ほどきにも今までほど時間はかかりません。引っ越し業者を利用するにしても、荷物が少ないと費用も安く済むため、環境に合わせて引っ越しという選択肢を選びやすくなり、身軽さを感じることができるようになりました。6つ目の良かったことは、自分の時間が増えたことです。仕事に勉強、家事や育児などに追われ、常にせわしなく体や頭が動いている状態だと、ゆっくり休んだり、やりたいことをやる時間がなかなか取れないことがあると思います。物が多いと何かをしたいと思っても、その前に片付けをしなきゃ、掃除をしなきゃと、やりたいことではなく、やらなきゃいけないことを優先させてしまうのです。他にも、特に見たい番組はないけれど、テレビを見たり、家に帰ってきたらとりあえずソファーに寝転がってゴロゴロするなど、習慣的にやってしまうこともあります。不要なものを手放していくと、やらなきゃいけないことややってしまうことも必然的に減っていくので、自分が本当に時間を費やしたいことに集中できるようになりました。家事や育児をしながら、こうやって YouTube 動画を撮影したり、ラジオ配信を続けられているのも、ミニマリズムを生活に取り入れたからこそだと改めて痛感しています。ストレスが減ったり、時間が増えて暮らしにゆとりを感じられるようになったりと、いいことばかりかと思いきや、実はそうでもありません。ここからは私たちが感じているデメリットもご紹介します。一つ目の悪かったことは、
たまに不便ということです。たまに使いたいものって日常の中にいくつかあると思うのですが、私の家で言うと例えば栓抜きがそれにあたります。めったに使わないのと、いざという時は代用できるからいいかと思い手放したものです。しかし以前、栓抜きが必要な希釈タイプの紅茶を買い、ドライバーで開けたところ見事にぶちまけてしまったことがあり、この白い T シャツが茶色くなりました。なきゃないでどうにかなることばかりですが、このようにちょっと不便な思いをすることも稀にあります。2つ目の悪かったことは、来客に困るようになったことです。物が多かった時は来客も多く、コップやカトラリーなども友人を数人呼んでも困ることがないように買い揃えていました。今では地元から離れて暮らしていることもあり、来客もなく、家族が必要とする最小限のもので生活をしています。そんなある日、友人が娘に会いに遠方から遊びに来てくれたのですが、今まで来客がなかった私の家で人を十分におもてなしできるのだろうかと正直とても不安でした。この時は前もって日程が決まっていたので、しっかりと準備をすることができたのですが、万が一今から遊びに行ってもいいと言われたら対応できる自信がありません。3つ目の悪かったことは、物を買うのが大変になったことです。もちろん一目惚れで購入するものも少なからずあるのですが、大体は一つのものを買うのに数日から長いと数ヶ月悩み続けることがあります。デザイン性や性能の比較をしたり、必要な機能が備わった商品の大体の相場を調べながらお財布とにらめっこします。ネットだけでなく、可能な範囲で店舗に物を見に行って触ってみたり、最近はレンタルも活用し、実際に使ってみてどうかを試してみたりもします。いろいろなものを知ってみて、使ってみて、その上で自分たちの暮らしにぴったりなものを見つけられるよう、かなりの手間をかけている現状です。そのため、納得のいくものが少しずつ増えていく充実感はありますが、欲しいと思ってから購入に至るまでどうしても時間がかかってしまいます。4つ目の悪かったことは、ちょっと変わった人だと思われることです。そもそも出会った頃からミニマリストだった夫に対して、私自身がなんかちょっと変わった人だという認識がありました。すっきりしているけれど生活感がなく、家でどうやって生活をしているんだろうと当初は不思議に思っていました。そんな私もミニマリズムの魅力に惹かれて、物を手放した時に家族からは少し心配され、友人を家に呼ぶと引っ越したばかりと生活感のなさに驚かれることがあります。なぜわざわざそんなに物を手放すのか、物が少なくてどうやって生活をしているのかと疑問を持たれることもあり、世間的にはまだまだちょっと変わった人だと思われているみたいです。はい、以上がミニマリズムをやってて良かったこと、悪かったことでした。私たちはミニマリズムのメリットにとても惹かれて、物が少なくても快適に暮らしていける工夫を取り入れながら今のライフスタイルにたどり着きました。ぜひミニマリズムを生活に取り入れる際の参考にしてください。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントをいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。